こんなマーカーで書いたってさ、ニッチもサッチもいきませんよ。演出ですね。だから雨降ってなきゃいけなかった。なるほど。感動しちゃって、ね、こんなにうまいに命吹き込まれてるんだ。なるほどね。いただきました。これどっかで話してたりします？これパターンしてないかもしれない。自己紹介とかするんですか？もう始まってますこれ。自己紹介して、これ始まってます？始まってますよ。よろしくお願いします。浦沢です。米山舞と申します。よろしくお願いします。もともと私アニメーターで、今イラストレーターをやってて、映像も作家としてやってる。いきなりアニメーターなんですか？そうです。19で。アニメーターの前って絶対お絵描きしてるんじゃないですか。もちろん3歳ぐらいからやってます。ですよね。はい。大体みんな3歳ぐらいから描いてますよね。そうです。気がついたら描いてるんですもんね。そうです、そうです。で、中学の頃も漫画家とか挿絵画家とかなりたかったんですけど、ちょうどアキラとか広角機動隊とか、あと老人 Z とかを OVA 借りてみて衝撃受けちゃって、で高校の進学の時にアニメーターになろうって決めて。大友克洋が悪いんですね。そうです。やっぱり革命が起きてたからね、あの頃。そうなんですよ。もう本当になんかこう絵の作り方とか、カットのアクションのつけ方とか、もう本当かっこよくて、こんなにうまい絵がある。人間の形がちゃんとしたんですよ。そうです、そうです。そうなんです。なんかこうこういうのあるじゃないですか。当時やっぱりこういう感じのさ、こういう人間のフォルムがさ、こういう肩の筋肉とかさ、鎖骨とかさ、こう全てがこうちゃんとしたじゃない。そうなんですよね。この感じがさ、なんかこう描いてみたいって。いや、そうなんですよ。思うよね、こういうのね。あと顔の立体感とかもそうじゃないですか。鼻とか。で、今こう偶然描きましたけど、このうつむき加減みたいな。この完全にメビウスですよね。そうですね。こういう感じがね、描きたいなって思う。そうですね。これほどこういう感じって描きたい衝動が湧くんですよね。そうなんですよ。しかもそれが動いてるじゃないですか。もうなんか感動しちゃって、こんなにうまい絵に命吹き込まれてるんだっていう。なんぞこんなんあれだよ。こうさ、こんなものがこう角度でやっちゃっていいんだみたいなさ。それまではそんなに漫画とかの中ではあんまりなかったんですか？この角度が魅力的になるみたいな。すごいね。わかるでしょこれ。わかります。こういうのね。後ろ向きが素敵なんてなかなかね。そうですね。こういう革命がなんかあの時起きてた感じしますね。そうですね。デッサン的に説得力があるというか。もうこんなん見たらもう描きたいってなるよね。そうなんです。それでアニメーターになった感じです。米山さんの絵ってさ、目がさ、私も描こう。例えばなんだ。こんなんやったじゃん。こういうさ、ここのさ、ここのまぶたの裏側、肉のところですね。でさ、米山さんのさ素晴らしいとこってさ、ここのさ、この目がさ、この涙袋が上がってる感じ。そうですね。あれいいよね。嬉しいです。見てくださって。なんかこういう感じ、こんな感じの絵があったな。そうですね。すごい。ね。すごい高速で。こ
こんなんあったよね。そうですね。であとはもうこれだよね。なんか知らないけどなんかこんなんなってるよね。恥ずかしい。うわこういう感じあるよね。そうです。あれ素敵よね。あれこそデジタル技じゃないですか。そうですね。なんか結構細かいところまでこんないくらこんな、マーカーで書いたってさ、ニッチもサッチもいきませんよ。あれさ、細かすぎますかね。こんな感じですよね。そうです。いい感じですよね。自分が普段描いてる角度描いてくださってる。すごい。この角度が描きたいっていうのは、絵が好きなんだなと思うんですよ。やはり、そう思いますか。なんかやっぱり煽り顔とか、どうしても描きたくなっちゃうんですよね。なんかこう顎の下の空間とか、こうね、どうしてもこう表現正しい煽ってる顔っていうのは、やっぱりどんだけ描きたいかね。そうなんです。で、あと正しいうつむき顔ね。本当描きたいよね。鼻が口にかかってるとかいいですよね。浦沢さんの漫画でよく見ますけど、こう下向いた時に表情芝居がすっごい好きで、浦沢さんの漫画とかそれこそ昔読んでて、表情がすごい秀逸だったので、すごく影響を受けてました。表情ね、何でもない表情ね。そうですそうです。眉毛がクッて上がるとかね。そうです。お聞きしたかったんですけど、眉毛すごく大事にされてますよね。眉毛の角度ね。そうですよね。なんか目もそうなんですけど、眉毛がすごいポイントだなって。相手が何かおかしなことを言って、はいってなった時の眉毛のクッてやつね。そうですね。私も眉毛のコントロールすごくこう微細にしてるので、すごく浦沢さんそれが顕著だなって。ああいうのを割とちゃんと書くと、セリフ少なくて済むんですよ。あ、そういうことなんですね。その表情で。セリフの代わりの。なるほど。表情をちゃんと演技で埋めていけば、セリフはおのずと少なくなる。なるほど、それで語ってるんですね。でも、本当にそういう世界から来た人だなっていうのよくわかりましたね。そうですね。アニメこそ描いてますけど、やっぱり漫画も絵も好きなので、すごくなんかそこからなんかもらってるものは多いっていう感じですね。でもイラストってやっぱり一コマ絵じゃないですか。そうですね。1枚しかない。まあ一コマ絵でも演技っていうのはあるんですけど、その僕なんでその一コマ絵イラストみたいなのがあんまり描かないかっていうと、一番楽しいのがそのシナリオセリフがあって、そのセリフを喋っている人を描きたいっていう。なるほど。演技してる途中ですね。演技が描きたい。なるほど。でも自分それで言うと、一枚絵で前後の動きが叶うような絵を描きたいっていうのが結構こうあるんですよ。それで髪の毛ズバーっていっちゃうんだ。そうです。前後の時間軸を一枚に入れるっていう困難なことを、無謀なことをやろうとしてはいる。でもそういう漫画っていうのはすべからく2D ではなく、2D に立体感の 3D っていうのではなく、一つ時間のディメンションが入るんですよ。いわゆるスポーツ漫画なんかによくあるバーンっていうこう止めじゃないんですよ。ズバーンっていう動きが入るんで、あれはね時間軸なんですよ。そうですね、時間操作ですもんね。漫画って日本の漫画のすごいところはね、時間軸がそこに入ってることだと思うんですよね。わかります。カッキーンとかいうのあるじゃないですか。あれだからこっからここまでのあれがパッケージされてるんですよね。あれはやっぱり日本漫画の発明ですよね。そうですね。なんかこう効果線とかもそうですよね。そう効果線。こう振った時に本当効果線のダイナミズムって他の国の漫画ではあんまりないです。そうですね。そうですね。なんでしょうものすごいスピード感ね。そうなんですよね。こうスピード感でスピード感だからね漫画家として今でこそデジタルですけどアシスタントで入門した時とかは、どんだけスピード線書かされたか。そうなんですね。練習。もう実際本番じゃない練習でもうスピード線をとにかく書けみたいな。そのスピード線が上手に書けないと原稿探してくれないんですよ。そうなんだ。
そうはあ、こういう動きをね、すごい。僕の場合走ってるシーンがやたら多いんで、ああ、そうですね。陸上部だったんですよ。あ、浦沢さんですか。はい、あ、そうなんですね。で、じゃもうフランスで1位2位を争うスピードだったんですよ。足が速かったんですよ。で、小学校とか中学校のクラス会みたいなのたまに出たことあるんですけど、そうすると僕リレーの選手で足速かったじゃないみたいですと、みんな記憶ないんですよ。いや、浦沢は漫画だろうと。いや足速かったんですけど、足速かった記憶が、足速かったんじゃなくて、足速い絵を描くのが上手なイメージだったんですよ。わあ、だから走りのフォームとか。そうね。朝ドラを読ませていただいたんですけど、翔太くんの走りのフォームがすごい綺麗。あ、そうですよね。ここね。はすごい。私アニメでも漫画でも走ってる時の地面の線がすごい好きで、そうこういうやつ。ね。これめちゃくちゃ真似しました。これかっこいいですよね。ね。それであとはもう漫画的このギミックでこんなのつけたらね、スタ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 ってなりますよね。すごい。すごいですね。こんなん描いてるのが一番楽しいですよ。そうですよね。この一枚でも全部表現できますね。そうだからこういう絵をたくさん描きたいんだけど、これだけ描いてるとただのこの絵になっちゃうんで、なるほど。そのためにストーリー考えてるんですね、きっと。そういうことです。じゃあ先に絵なんですね。こういう表現がしたいっていう。意外でした。それはなんか先にストーリーがあって、それに沿ってこう必要な絵が出てくるとかでもないんですね。どうしてもセリフがちのシーンとかあるんですよ。この会話でいろいろ処理しなきゃいけない時って、そういう時はね、なんか食べたりしますね。あ、そうなんですか。なんかラーメン食べながら話して、そのラーメン食べてラーメンうまそうだなって読者に思わせつつ会話を進めるみたいな。その芝居というかやっぱこう時間軸の表現がすごくて、同じシーンと同じ部屋じゃないですか。でも画角の抑え方とか、なんかこうなんだろう表情とかその状態が何コマもあるのに、なんかそれを全部違う角度で、しかも違うキャラじゃないですか。でみんな食べ方も違うっていうのすっごいその勉強になるんですよ。アニメとかでもコンテを切る時にすごく勉強になります。それが一番本当は楽しいんですよ。そうですよね。そうですよね。そのためだけにこういうことをやってるっていうのがあって、食べるシーンってどうですか、描くの？あんまり描いたことないですけど、今の米山さんのイラスト世界ではなかなか食べないよね。ラーメンとか舞っちゃうかもしれないですね。でも美味しそうに表現するとか、なんか私課題を与えられるのがやっぱり好きで、そのアニメは演技なので、その根底にこういう演技でって書いてあったら、いかに美味しそうに描くかとか、いかに悲しそうに食べるかとかっていうその演技に沿ったものをなんか究極にそれが表現できるように、なんかこうすごく見ますね。なんか研究してから描く、研究してから描くみたいな感じが多いかもしれないです。アニメ今回プルートを見させていただいて思ったんですけど、浦沢さんのその演技とか、こうキャラクターの芝居とかこうなんだろうシチュエーションっていうのがすごく詳しく書かれてるんで、自分がもし浦沢さんの漫画をアニメ化とか原画を描くんだとしたら、すごく描きやすいと思うんですよ。絵自体は難しいけど、すごくこう感情移入して描けるっていうか、演技プランがもうそうなんです。もう漫画に込められてるんで、なんで再現度がすごいんですよ。私のイメージだと、今回プルートもすごい作画も素晴らしかったし、私一番最初に見たアニメがモンスターなんですけど、小さい頃にすごくて再現度がすごくて、驚いたなっていう。そうですね。あそこまで書いてあるとアニメーターの人もそこのあれを前後書けばいいんだなみたいな感覚になってくれるのかもしれないですね。しかもそのアニメーターさんももちろん上手なので、すごくこう浦沢さんの感じを再現しようとなってるから、ちゃんとドラマとして成立してるんですよね。だからすごいアニメも漫画も好きで、プルートの中でゲジヒトが森の中でいろいろ吸ったもんだあった後に一歩歩き出すっていうシーンがあって、それ以前ドキュメンタリー番組で
そのシーンを捉えているのがあったんですけど、それね一回書き直してるんですよ。どういうんだっけな、こんなんだな。これのねこういうふうになって、これでもね本当難しいんだよ。一歩歩き出すってめちゃくちゃ難しいですね。そう。これのねどっちに影をつけるかっていうんだけど、こんなんもう大体大友さんで学びましたよね。それまでの漫画って「トー!」って立ってたんですよ。決めポーズ。そう。もしくは「へへ」みたいな感じでやってたの。大友さんがぼーっと立っている、片方の足に体重を乗せてぼーっと立ってる、あれはねすごいですね。すごいですね。だから一人の漫画家の一コマの絵が人生変えますよね。まあこれ今ススッとなんとなくこう描きましたけど、すごいな。これちょっと前傾でグッて歩み出してるように見えるんですよ。でこれもう少しここの裾の形がちょっと平らになるとこういうふうになるし、微妙に変わるんですよ。この手の高さの違いとかね。そうこれ別バージョン書くとね、はい、なんと、例えばこの首のつき方がこういうふうになってこういうふうになってこれだけで歩き方が変わるんですよね。ほら全然違うでしょ。お、本当だ。ちょっと背筋がシャンとしてるという、なんか人間味とか重さとか空気感がちょっとなくなっちゃいますよね。そうですよね。やっぱりだからずっと書き手はこう感情をぶつけてないといけない。わかります。すっごくわかります。でないとこんなになんないですもんね。そうなんです。涙袋がってならないですよね。そうですね。なんか人間ってやっぱ静止の状態はないじゃないですか。しかも癖がない人もほぼいないというか、だからその正面で書いても私絶対どっか崩したくなるんですよね。重心を。そうですよね。ちょっと置きたくなるなっていうのはすごくわかります。あとはあれですか。男性はどうなんですか。私は男性は実は書くのは得意なんですけど、実は得意。そうなんです。でも需要というか。書く機会があんまりお仕事ではないんですよ。実は結構需要がないね。需要がないんですよ。おじさんとかね。やっぱりそうですね。僕おじさんばっかり書いてるんですけど。そこがもうてか美形もお上手なんですけど、やっぱりおじさん僕のおじさん好かれてますよね。いやめちゃくちゃいいですね。しかもおじさんの書き分けすごくないですか。あれって何かこう俳優さんとかモデルさんがいらっしゃることが多いですか。例えばドキュメンタリー番組でインタビューを受けてるおじさん、こう座ってる人とかね、こういうふうにしてる人とかね、なんかそういうんでいい首の角度だななんて思ったりとかね。じゃあ結構こう誰かっていうより何でもない方の何でもない仕草というか。もうだから僕電車に乗ってると向かいに座ってるおじさんの所作が気になってしょうがないです。なんか言い方あれかもしれないです。おじさんってなんか込められてますよね。いろいろな。おじさん。いろいろな人生の癖というか。私もおじさん書きたくなってきた。おじさんいいよね。おじさんいいですね。なんでしょうやっぱりディティールがいろいろデフォルメもね聞きますしね、バランスも崩せるし、ちょっといいなわあねわあおじさんはもう書いてたらどんどん
一日過ごしちゃいますね。あ、本当ですか。はい。やっぱり美形描くより好きですか？やっぱりね、美形は目指すゴールがすごい狭まるんですよね。おじさんはこう広がるんですよね、ゴールが。狭まるのと広がる。最終的に美しいってなんないといけないっていうのがあるから。確かに崩しちゃいけない。おじさんの場合はなんだこれっていうところがあるので、どんどん漏れるんですね。そうそうそう。人間味。いやでも本当にその脇を固めるキャラが本当魅力的なので、浦沢さん、AI とかどう知ってます？どう思いますか？結局、ずっといろいろ AI に関してはいろいろずっと考えてきたんですけど、おそらくAI のやっている作業を僕らは書きたかった、やりたかった。だから AI に任せてやってもらおうっていうのは自分の楽しみを AI に渡してしまうことなんで、だからおそらくあれは僕らのような楽しみを獲得していない人がやる作業なのではないかと、 AI に任せるの。だから一番楽しいところ、それこそ絵を描く過程って1から10まで全部楽しいんですよ。書き出しから最後カラーリングして影をつけて、影をつけるところなんか絶対に渡したくないじゃないですか。絶対渡したくないです。ああいう作業を全部渡すってことは、おそらくそこに対する楽しみをまだ獲得していない人がやるんじゃないかなと思う感じがしますね。僕音楽も作ってますけど、頭の中に音楽が浮かんで「ちょっと待ってこのコード進行何？このコード進行」っつって、それでそれが徐々に形になっていく。その作業も絵を描く時と一緒で、生きてる上で一番楽しい作業なので、だからもしかしたら最終仕上げ的にこれオーケストラつけたいんだけどって思った時に、オーケストラアレンジを AI に任せるっていうのはあるかもしれないですよね。そういうぐらいの使い方かな。だからアニメに関しても最後ものすごい広大な、例えば夕焼けのすごい空がバーンみたいなとことか、それはやっぱりちょっと手書きでやってるとえらいことになっちゃうんで、そうですね。それをちょっとコンピューター CG、AI の方に任せるっていう、そういうふうにして自分のイメージに近づけるっていう、そこに利用する感じじゃないですか。そうですね。なんかあくまでも自分はやっぱ表現のツールというか道具としてなんかこの中にまずないとって、そうですね、そうですね。でそれを我々人間の中人間がやるのが大変なところをお願いするとかだとこう持ちつ持たれつかなっていう気はしますね。考えるとAI を使わないと表現できないぐらいの壮大なことをこの頭の中で考えるっていうことが重要かもしれないですよね。そうですね。それを AI を道具にしてこの頭の中のイメージを出してそれを作る時に協力してもらうっていうことですよね。おそらくそれだよね。そうですね。なんかどうしても何を書こうかみたいなところからなんかこう頼ってしまうとちょっとこう楽しみが減っちゃうよなっていう気はしますよね。これ今これ書いたんですけど、シチュエーションですね。これね20世紀少年っていう作品で、かなり最初の頃に、この古びた部屋に、2人の男が来て、この老人の、科学者みたいな人が、もうこの工場で身をやつしているんですが、その来た男たちが「ロボット作りませんか?」って言っているシーンが頭に浮かんだんですよ。でこのシーン一体何だろうってなって、そこに向かってドラマを編んでいくっていうか。なるほど、ここがきっかけなんですね。そうですごい初期にこういうイメージデッサンみたいなの書いといたんですよ。でそこからですね7年後ぐらい来たあのシーンだってなったんですよ。なるほど、ここがやっと、へえ。それまではここに行くまでの
というか、そこに行くまでいかにどのぐらい面白く行くかっていう、そこにたどり着くかみたいなね。そういうことか。そういう考え方かなっていう気がしますね。シチュエーションの決め方はそうなんですね。はあ、なるほど。プルートというプロジェクトを始めた時に、一番最初はあれですね、雨の中カッパを着たアトムがで出会いの、あれはね、カッパ、あの作品はとにかくそっからですね。あ、そうなんですか。やっぱりアトムがなんでかっていうと、角隠さなきゃと思ったんですよ、フードで。なるほど。それでこう撮ると、アトムだってなるっていうのが演出ですね。だから雨降ってなきゃいけなかった。なるほど。そういうことか。なんかカタツムリ見てるじゃないですか。じゃあそれも雨だから。そうなんですよ。なるほど。あれはね、プルートって作品はまずそこからでしたね。へえ。ゲジストのドラマだって思ったので、ゲジストが会いに行く、最初にアトムに会いに行く時は雨の日で、それでフードをかぶってそれで角を隠しているはずだって思ったんですよ。はあ。なるほど。めちゃくちゃ。すごい貴重な話じゃないですか。これどっかで話してたりします？これまだしてないかもしれない。私結構物重視かもしれないですね。さっき言った煽りの顔を描きたいとか、こう髪の毛の翻り描きたいとか、それもシチュエーションなんですけど、なんか結構こう誰が見てもなんかどう捉えてもいいように結構描いちゃうので、例えばそこの時にも何か具体的な、その煽りの女の子で髪の毛がたなびいてる女の子が何か王冠のようなものを持って見下ろしていただとかっていうなると、そうするとそこにドラマ性が出てくるじゃないですか。そうするとなんでこの女の子が今ここでわーってこういうふうにやっているんだろうってなれば、そうですね。きっとそこにたどり着く一番面白い道筋をそこから考える。そこでもうストーリーが生まれますもんね。そうなんですよね。あります。私は結構日記的に自分の気持ちを書くことが多いから、なんか結構こうどうとってもいいようになんか書くことと、あとは季節とか、なんかこうなんでしょうね、その気持ちのなんかこう季節は書きたいよね。そうなんですよ。気持ちを上乗せするっていう感じでよくやります。季節は書きたいよ。秋の枯葉の季節とか書きたいですよね。そうですね。秋の日差しとか、枯葉の舞い加減とかいいですよね。そうですね。なんか私は色で表現することが多いんで、やっぱりこう秋の葉っぱがイチョウとかが地面に落ちて、その地面が黄色になるじゃないですか。黄色の照り返しとかやりたくなるんですよ。いいですよね。そうなんです。いいですよ。また原作があったりなかったりで違うと思うんですけど、やっぱりこう物語がこうピークの場所ばっかりだと疲れちゃうじゃないですか。ピークに持ってくまでにどのぐらいこう静寂な感じが必要かとか、もう使い回すところはちゃんと使い回したりっていう、なんかこうメリハリみたいなところを考えますけど、やっぱりさっきおっしゃっていたようにこうピークのところにを先に決めて、そこに持ってくまでどんなライティングを描こうかとか、こう夜から戦いが始まったら、朝になるじゃないですか。でその朝の絵の朝焼く一番綺麗に描きたいから、こう夜の暗さとかをこうどんどん計算していくみたいな。だから結構アニメとかだとこう結構緻密に計算することが多いのかなと思います。それこそそこで AI っていうのが出てくる可能性ありますね。あります。とってもありますよ。はい、そうなんです。だから結構こう人事じゃないというか、そうですよね。っていう感じはありますね。だからその自分がこういう癖があるとかもなんとなくこう。なんだろう入力したら、なんかこうそういう適切なライティングが出てくるとか、なんか適切なものが出てくるみたいな未来って普通にないとは言えないじゃないですか。そうですよね。またなんつうの絵というものを人に伝える難しさね。いや本当にそうなんです。しかも表現してもらう方に伝えるっていうのがすごく難しくて、みんな解釈が違うから。アシスタントにそれこそ3日間ぐらい3回4回書き直しだとか。やっぱりこうじゃないんだよなっていうのあるんですか？あります？もうほぼそれ。そうなんですか。違うもっとこうっていうのをね。
自分の頭の中の、それでなんかちょっと安心した。若い頃は、それですっごい苛立ちがやっぱり募ったりなんかしたんですよ。だけどやっぱりこのぐらいずっと年月書いてますと、そんなもの伝わるわけないよなってそうですよね。思うんですよ。人間違いますからね。そうなので、伝わるまでこっちも下書きを書かなきゃいけないっていうのがまず。いやでも本当にそうです。下地が大事ですよね。わかりますすごく。物事を見てるのってレンズすごく重要じゃないですか。重要です重要です。だから広角なのかロングなのかですんごい超望遠で見てる、そういうようなことをまずこっちが下書きでちゃんと示して、そうですね、でそっから物事を始めていかないと、世界狭とかなるんだよね。そうですね。もっとブワーって広いんだよっていうね、なりますよね。そうですね。あれはそうもうやるから伝えるからにはこっちも全身全霊やんないと伝わらないですね。そうですね。なんかこう誰かがこう足し算でやってくれるっていうのももちろんアニメの醍醐味でもあるんですけど、やっぱりこう監督とかするとその自分の頭のイメージっていうのがしっかりしてて、なんかそれを最後までなんかこう成し遂げられるとすごく気持ちがいいですね。でなければもうそのアニメーターの才能を信じて好きにやってくれるっていうね、そっちのパターンもありますよね。すごくありますね。やっぱり今回はゲジヒトですよ。彼がやっぱり主人公として座長として全部しっかり務めてくれたっていうのはこの作品のその成功の証だと思いますよね。ゲジヒト君書いてる。私もゲジヒト好きだな。でも、今書いてるエプシロンも好きです。エプシロンは原作も好きで、こうストーリーとなんか最後のシーンとかすごくこう人間味、愛っていうところがすごくテーマとしてあると思うんですけど、なんかすごくそれを感じるキャラなので、なんか好きですね。なんで好きなキャラをちょっと描いてみてます。本編の絵じゃなくて、なんか私の想像するなんか何でしょう、シチュエーションというか、なんかこう最後話していいのかあれですけど、なんかこうなんでしょうね、手だけ残ってしまうエプシロンがなんかこうなんでしょうね、手だけじゃなくてなんかこう体の機械と人間として機械としてと人間としてで抱き合ってるっていう、なんかこうなんだろう、そこの温度感とかなんか硬さとかなんかそういうものをなんかちょっとこうなんだろう感じられると、そういう絵が見れるといいなって思って、なんかちょっとテーマをなんか設けて描いてみました。もっと話したいですね楽しすぎて、すごい自分も絵描いてるんですけど、もう横ですごい速さでゲジヒトがすごい生成されてて、もうなんかもうずっと見てたいぐらい勉強になるので自分の絵描いてる場合じゃないなって感じですけど。私もじゃあよく最近言うんですけど、映画だとアニメもそうですけど、ものすごく予算が必要だったり、スタッフが必要だったりお金が結構かかるんですけど、アニメ漫画ってこの紙1枚とペンでその日のうちに始められるんですよね。なんかこのいわゆる技能を体に身につけたらかなり人生楽しいですよっていうことはよく最近やってみませんかってそれはうまい下手にかかわらず絵で描いてそこに自分の思い描いたドラマを
展開するみたいな、こんな楽しいことないですよ。なんかやっぱり浦沢さんや手塚さんの漫画ってそれをすごく感じさせてくれるなと思います。作品単体でこういう物語ですよって楽しむのもいいですけど、とにかく楽しそうな描線で、なんかこう作り出されてるんで、書きたくはなりますよね、すごく。でこんなこと思いついたんだよっつって、もうそれをみんなに知らせたくてしょうがない。そうですね、そうですね。こんな書き方開発したんだよとか。そうですね。でもそれが無限にできるって考えたら本当に無限ですね。無限ですね。縛りなしですね。書きました。すいません。うわー、すごい。見事ですね。本当ですか。完全にもう先生がたくさん生み出されてるのに一枚で恐縮ですが、ちょっとエプシロンのね一番のいいシーン。ありがとうございます。なんか素晴らしい絵で。嬉しいです。恐縮です。本当にこんな。また光の表現が。そうですね。紙と逆光がうまいよね。こんなうまい方に。ブロンドの逆光ってこうやんだね。なるほどね。そうですね。いただきました。僕高田純次さんとラジオやってるんですけど、あの人も絵描かれるんですよね。とても上手なんですけどね。僕の絵を見るたんびにここパクろうっつって大事ですよね。そうですね。僕もねこういうの見てここ私も浦沢さんの漫画で何度思ったことか。そういうの大事ですよね。そうですね。またそれで自分の絵が変わっていくというか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しかったです。ありがとうございました。またやりましょう。やりましょう。